こんにちは、森です。今回は安定したクオリティで一部の熱狂的ファンに愛されているカイロソフトさんのゲームの中でも過去最高評価になったタイトルが2本ありましたので、それぞれご紹介していきます。毎度おなじみカイロソフト評価一覧をですね、こちらのスプレッドシート、過去60タイトル分まとめてますので、その中から一番評価が高いものを選びました。カイロソフトファン、カイロソフトオタクの皆様にとっては今回非常に盛り上がるテーマかなと思います。では数ある人気タイトルを持つカイロソフトの中でもなぜこの2本が過去最高評価になったのか、その理由を Apple Store のレビューデータをもとに客観的に解説していきます。この動画を最後まで見ていただくと、カイロソフトの数あるタイトルの中でも何をダウンロードすればいいのか、どんなポイントに注目して買うべきなのかがわかります。また、このチャンネルではカイロソフトやその他シミュレーションゲームの攻略検証動画をどこよりも詳しく解説しています。今後も最新情報をどんどんアップしていく予定なので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では1本目の過去最高評価タイトルからご紹介します。1本目の最高評価タイトルは常夏プールパレスです。ストア星評価 4.6、レビュー数465でした。ちなみに Google プレイの評価も 4.7 とかなり高いですね。カイロソフトの全タイトルの Apple Store 評価平均が 3.7 ですので、この評価の高さがわかるかなと思います。各所が豪雪でインフルエンザも大流行していた、2017年12月19日という真冬にこのタイトルはリリースされました。さすがカイロソフトさん、季節感なんて関係ないところがさすがだなと思いますけども、こちら見ていただくとわかる通り、プールレジャー施設経営シミュレーションゲームですね。ゲーム内容はプール系なんですけども、屋台の料理レシピを作ったりですとか、あとは SNS 運用をする必要があるっていうところもありまして、これまでの施設を建てて育成するだけという遊び方だけではなく、それ以外のやり込み要素が散りばめられたゲームとなっています。この常夏プールパレスが人気となった要素は3つあります。1つ目はコンテンツ量の多さ、2つ目はやることが分かりやすい、3つ目は SNS という新要素です。それぞれ解説していきましょう。まずコンテンツ量の多さについてですが、カイロソフトファンの皆さんはカイロソフトにやり込み要素っていうのを一番求めてますから、これは高評価には欠かせない要素かなと思います。特に買い切り方であれば、その金額で一体どこまで遊び尽くすことができるのかというところが非常に重要になります。今回の常夏プールパレスでは特に料理レシピ開発が楽しいという声が多かったですね。他のシリーズでも飲食店経営っていうのは非常に人気ですから、その要素が入っているっていうのが単純に嬉しいというところも大きいかなと思います。2つ目はやることが分かりやすいというところですね。これは当たり前だと思うんですけども、先ほどと違ってカイロソフト初心者の方に受け入れられやすい要素かなと思います。カイロソフトに慣れている方であれば、前からの流れが大体把握できていることが多いかなと思いますので、チュートリアルもそこそこに自分でいろいろ触っていくうちにやり方を覚えたりとか攻略していくって方が多いと思うんですけども、逆にカイロソフト初心者の方はこれどうすればいいのっていうふうに迷うことが多いんじゃないかなと思います。常夏プールパレスではチュートリアルですとか解説っていうのがとても分かりやすく、まず迷うことはない流れになってましたし、どちらかというと比較的最近のタイトルというところもあって操作性も他タイトルよりもかなり良くなっているところが大きいかなと思いました。3つ目は SNS という新要素ですね。カイロソフトシリーズは基本的に同じコンテンツですとか安定した内容っていうのが定評があるんですけども、ちょこちょこ新要素が追加されています。安定した面白さの中でも少しずつチャレンジをして、ファンにその機能が受けるかどうかっていうのをチェックしながら今後の参考にされているのかなと思ってるんですけども、今回はその新要素がこの SNS でした。以前ね、大自然物語という観光地発展ゲームでは、新要素として釣りシミュレーションが導入されたんですけども、それはね全然受けなかったんですね。そういう過去があったんですけど、今回のこの SNS っていうところは結構新しくて楽しいというふうに非常に好意的なレビューがたくさんありました。実際のレビューも見ていきましょう。オンコ自身の傑作、カイロらしい作品であり、ゲームバランス、新機能、操作性、どれをとっても高評価にできると思います。カイロのゲームでは資金集めや時間経過のために操作しない時間が発生しがちですが、SNS 機能やメニューコアなどやることがたくさんあって飽きない作品だと思います。これから2週目始めます。カイロソフトの中でも結構好き。カイロシリーズといえばよくコンボを発生させて評価を上げるのが上等手段。今作はコンボがなく、代わりに色や香り、大きさや各施設の組み合わせで評価が変わります。加えて季節によって流行があるので、土地拡張とともに作り変えてと飽きがありません。クリア後も作り込みたい欲が出てきて、まだまだハマりそうです。というように、やり込み要素、それから新機能についてこういった好意的なコメントをされている方が多い印象でした。次に2本目の過去最高評価タイトルをご紹介します。2本目の最高評価タイトルは回転デパート日記2です。
スター星評価 4.6、レビュー数713でした。ちなみに Google プレイの評価は 4.3 でしたね。コナッツプールパレッツの Google プレイ評価には劣りますが、Apple Store 内の星評価とレビュー数だけを見ると過去最高になるかなと思います。内容は百貨店経営シミュレーションゲームですね。ザ・タワーというゲームは遊んだ方はわかると思うのですが、あれに結構近いかなと思います。あと私が過去に紹介したゲームの中だとプロジェクトハイライズなんかも非常に近いゲームかなと思います。カイロソフトの中では珍しく 2D になっていて、テナントの相性やお客様からの評価を意識しながら自分で百貨店を経営していくゲームです。経営要素というよりかはどちらかというとテナントの相性ですとか全体の構成どうするかっていうのを考えていくパズル要素の方が個人的には大きいゲームかなと感じました。ボードゲームとかで頭を使うのが好きという方は特にハマりやすいゲームかなというふうに思います。この回転デパート日記2が人気となった3つの要素について、ご紹介していきます。1つ目がパズル的な戦略性、2つ目が配置できる店の種類、領域が広い、やることが多い忙しさ、この3つです。それぞれ解説していきましょう。まず1つ目のパズル的な戦略性についてですが、こちら特にレビューが多かったですね。経営シミュレーション的な要素ももちろんあるんですけども、店舗の相性を考えたりとか、お金の他にポイントやハートっていうものを稼いで消費しないと店舗の投資ができないっていうのがあるので、そのコストを考えながらどうやって無駄なく設計していくかと戦略的に考える必要があるゲームです。で全体の設計構造を序盤に考えながらプレイしないと後半で結構積むっていうね、初見殺しみたいな要素があるゲームですから、だからこそ頭を使う面白さがあるのかなというふうに思いました。次に2つ目は配置できる店の種類、領域が広いという要素についてです。こちらもやり込み要素につながる部分であるんですけども、回転デパート日記1から設置できる店の種類ですとか、それから範囲っていうのがかなり広がりましたので、これまで以上に組み合わせとか何を置くべきかというところを考える必要が出てきました。カイロソフトファンの中ではこのドット絵の世界観が好きとか、眺めてるだけでも癒されるっていう意見も多くあるので、やり込み要素としてもちろん良いってだけではなく、店舗の種類が広がるとそれだけ見た目の賑やかさっていうのもプラスされるので、そこが嬉しいんじゃないかなというふうに思いました。3つ目にやることが多くかなり忙しいっていう要素についてですけども、これはね、一見するとマイナスに捉えられないかなと思ったんですが、プラスに捉えている方が非常に多かったです。私も実際にやることが多く忙しいっていうのは、プラスに捉えていました。私は結構せっかちなので、シミュレーションゲームでもやれることがなくなったりとかすると放置しておかないといけなかったり、暇になるとすぐ別のアプリとかゲームに移ってしまうっていうのがあるんですよね。でも回転デパート日記2ではやることが単純に結構多いっていうのと、あとお客様の要望に応えていく必要があるので、それを考えたりとか、あとどういう組み合わせにするべきかっていうところをいろいろと考えないといけなかったりとか、あとレベルアップを見ないといけないとか、商戦があるのでその商戦に備えてどういうイベントとかセールやるかとか、結構暇がないんですよね。それを考える必要があったので、経営とパズルとサービス、お客様への接客っていうこの3つの要素を考えながら忙しく手を動かせるっていうのが個人的にはすごい楽しいなというふうに感じました。実際のレビューでも性に合うんでしょうね。ガラケー時代からカイロソフトファンです。第1弾もしましたが、2弾の方がサクサクいくような専門フロアの組み合わせが納得いかない部分はありますが、700円ちょいでこれだけ楽しめるのはありがたいと思います。カイロソフトの中でも好きな作品。全体的にカイロの良さがあり面白いです。ドット絵が可愛かったり、店舗や設備の組み合わせは相性など、パズルみたいに工夫しているとあっという間に時間が経ちます。というように昔からのファンにも長く愛されるタイトルであることがわかるコメントっていうのがたくさん見られました。特にパズルのような組み合わせ要素、相性が面白いというレビューが多かった印象です。はい。というわけで今回カイロソフトの過去最高評価タイトルとなぜこんなに評価が高いのかという理由について解説していきました。カイロソフトの良さといえば安定したクオリティ、あとは手軽なのにやり込めるゲーム性、シュールな面白さというところかなと個人的に思っています。特にご紹介した2つのゲームはやり込み要素と難易度からして割と万人受けしやすいタイトルかなと思いました。毎回ブレない面白さとお手頃な価格で買い切りができてなんか遊べるやり込み要素っていうのがファンが期待している部分ですからね。私も6年以上カイロソフトのゲームを遊んできていますが、やっぱり安定して面白いですし、特に今回ご紹介した2本っていうのは面白いなというふうに感じました。で今回は過去最高評価のタイトルのみ2本をご紹介したんですけども、カイロソフトのゲームは基本的に外れがなく面白いものばかりなので、ぜひこちらのランキング動画も見て自分に合うタイトルを探してみてほしいなと思います。
もし面白いと思ったら今後もカイロソフトやシミュレーションゲームを攻略検証していく動画を上げてきますので、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。またいつもコメントくださる皆様もありがとうございます。自分はこのタイトルが一番好きですとか、これはこのランキングは納得がいかないとか、ぜひご意見ください。では今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。